僕が高校生の時にうん実際に体験したというか遭遇したというか、じゃあ体験談。はいなんですけど、昔から都市伝説でドッペルゲンガーってよく言われてるじゃないですか。はい、自分と同じね、はい姿格好でその人に会うとなんか死んでしまうとか、はい。リンカーン大統領なんかが見たとかって話は有名ですよね。はい。で、そのドッペルゲンガーなんですけど、僕見たことがあって、っていうのも僕のドッペルゲンガーじゃないんですよ。友人のドッペルゲンガーを見てしまったのかな、もうそういうふうに解釈するしかないなってなったら、ちょっと分からないことの多い話ではあるんですけど、はい、僕の高校ってなんていうんですかね、建物が教室と1階が下足の昇降口で、2階が3年生の教室、3階が2年生、4階が1年生っていう順番だったんですけど、はい、そのすぐ横に体育館があって、でその体育館も1階は柔道場、剣道場、2階が体育館っていう感じだったので、3年生の教室から直接行けるようにちょっと広めの通路があったんですよ。体育館の方に行けるように。へでそこからまた通路から1階に降りる階段なんかもあったりとかして、でテスト期間中、僕が高校3年生の時に部活やってるやつも部活がないので放課後残ってみんなで喋ったりとか、走り回って遊んだりとかしてたんですけど、廊下をみんなで走り回ってる時に友人の一人が「あ、何あれ?」って言って、その体育館につながる通路から1階に降りる階段の一番上のところに、僕らのまた友人の A っていうやつがそこに座って空を見上げながらゆるく前後に揺れてずっとこうやって手を叩いてるんですよ。で何してんあいつってなって、その場に行けばよかったんですけど、なんか面白がっちゃってちょっと離れたところから何してんのか見ようぜってなったんですよ。でちょっと離れたところからずっとそいつの動き見てて、でもそれでもずっとこうやって前後に揺れて手叩いてて、あいつ何やってんねんマジでってなって、しばらく見た後に誰か電話かけようぜってなったんですよ。で僕が電話かけることになって、でそいつに普通に持ってる携帯で電話かけて、でプルルってなって向こうに繋がって「もしもし?」って言うから「いやもしもしやないってお前そんなとこで何してんねん」って言ったんですよ。で周りのやつもクスクス笑ってて、ほんなら向こうのその A が「いや何してる?」っていう、別にテスト期間中やから全然普通に勉強してるけど、いやいいって、お前がそこでいらんことやってんの俺見てるから、はいや何言ってんのマジで何言ってるか分からへんねんけどって電話の向こうから言ってきて、いやだってお前今あそこにってなった時になんかだんだんこの手拍子が速くなっていくんですよ。パン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 と。はい、なんか前後の揺れはあんま変わんないんですけど、ずっとなんかどんどん速くなって、どんどん拍手みたいになってて、でそれに気がついてなんかみんなめちゃくちゃこうなって、もうちゃんと言ったんですよ。いや違うって、お前が学校でその渡り廊下のところでなんか空向いてずっと手叩いて座ってるやんって言ったところで気づいたんですけど、僕らが見てる A は手叩いてるんで電話持ってないんですよ。そうだよね。でと思って、でそうこうしてたらまただんだん手拍子が速くなってくるから、怖くなってもうすぐ電話切ってもう逃げて帰ったんですよ、僕ら全員。で次の日、いやマジで何やったんあれってなって、普通に A が投稿してきたんで、いやお前あれ昨日のやつ何やったんマジで、お前が渡り廊下で空向いて手叩いてると思って電話したら、お前なんか家で勉強してるとか言うし、何やったんほんまにって言ったら、図書室のその中でずっと勉強してたんですって。で僕の携帯の発信履歴には A に電話してる発信履歴残ってるんですけど、向こうの携帯には僕からの着信入ってないんですよ。僕らは何を見て、僕自身は誰に電話をかけて、その図書室にいたんだよ、図書館にいたんだよって言った A 君は、電話で話してないんですか？話してないんですよ。何を見たんだ？でも電話では勉強してるよとかって言ってたんですよね。そう、家に帰って勉強してるって言ってたんで。家に帰って勉強してるって言ってたんでしたっけ？なので誰だったのか、事情説明しても何のこっちゃその A もわからないんで、もう何言ってるかわからんけど、あそうなんぐらいの感じで全然取り合ってくれなくて、なんかすごい不気味な体験というか、わからないことがすごく多いんですよね。まずだってその空見上げて揺れながら拍手してた A 君、あと電話で話した
家で勉強してるって言った A 君。はい。これいないわけですよね。いないです。で、翌日話した時には、いや、俺は図書館で勉強してたよっていう。はい。3人いるわけですよね。3人 A がいて、で、そのうちの2人は本物じゃなかったのか。これはもうドッペルゲンガーを見たんだなっていうか、もう思い込むしかなくて。いやでもなんかドッペルゲンガーっていうか、はい、なんかね、僕のそれこそ相方ですよ、号泣の、はい、あいつが言ってたのが、渋谷かなんかで歩いてたら、はい、知り合いが歩いてると、はい、普通にね。で、なんか、あいつ何やってんだろうななんて話して。で、普通にこうしばらく追っかけてたんだけども途中で見えなくなっちゃって。はい、で、まあ、電話すると、はい、今家にいるよみたいな。同じですよ。だからそれはでももしかすると、まあ、すごい似てた人っていうね、ことも考えられますけど、はい、なんか生き量的なことで、はい、自分の意識とは関係なくなんか渋谷の方になんかそっちが行っちゃってて実体化して見えてたとかっていうことも考えられるし。そうですね。で、それも2つに分かれることもあるのか。僕たちが見てた A と僕が電話した A と生き量にしてもこう2つに分かれるっていうことがあるのかないのか。でもなんかそういう話やっぱ確かに聞きますよね。はい、前回その川口さんが来た時に、はい、こう地震の話なんかされてたじゃないですか。そうですね。はい。はい、実は僕もその地震の話でちょっと一つ聞いた話があって、これ僕の友人の話なんですけど、今から大体10年ちょっとぐらい前にその韓国旅行に行ったんですよ、彼女と一緒に。はい、で、日中ショッピングとかを楽しんで、じゃあ疲れたからホテル帰ろうかっていうことで取ってたホテルに帰って、で、チェックインとかも済ませて普通に部屋通されたんですよ。でも結構シンプルな部屋でこう普通にテレビが置いてあって、その前にベッドが置いてあるっていうだけのこうそんなに広くもない部屋だったんですけど、でそこで寝てるとこう夜中なんかすごいザーって音で目を覚まして、なんやなんやと思ったらテレビがついてたんですよ。で砂嵐がずっと流れてて、で何ってリモコンもないのに気持ち悪いなってなって一回消して、いや君悪いけどもう疲れてるし寝るかって言ってもう一回そのまま寝たんですよ。はい、でそっからまたちょっと経ってその2時間ぐらい経ってからって言ってましたけど、そのまた同じザーっていう音で目を覚まして、でももう何回も何回もってなって、僕の友達男の方がテレビを消しに立ち上がったんですよ。でほんなら後ろの方でベッドで寝てる彼女が「あっ!」って言って、で何っつって振り返ったら「いいよ見て見て」っつってテレビの方指さすんですよ。はい、でパッて見たらこう砂嵐ザーって流れてたんですけど、なんか音がどんどんちっちゃくなってきて、なんかザーってだんだん音がなくなっていったんですよ。はい、でなんやと思って見てたら砂嵐もだんだん向こう側に映像が鮮明に映り出して、でその映った映像っていうのがなんかおばあさん、見たこともないおばあさんなんですけど、おばあさんがすごい近くでテレビの画面に向かってなんかずっとこうやって叩いて、なんか言ってるんですよ。閉じ込められてるみたいな感じなんですかね。見た感じはそうですね。なんか言ってる。何かを言っててずっと言ってて、で何この映像ってなって、急に砂嵐からこんなんになって、でなんか服装を見てもなんか日本人っぽいなってなったんですよ。でしばらく見てるとこうなんとなく口の動きで何て言ってるかってこう一生懸命見てたら「助けて」って言ってるように見えたんですよ。ずっとこっちに向かって何かを叩いて「助けて助けて」っておばあさんが言ってる。あ、これ「助けて」って言ってるなって思った瞬間に、そのおばあさんの後ろ、こうなんか普通の民家の映像だったみたいなんですけど、その窓の外を大勢の人が一方向に向かって逃げるシーンだったんですよ。なんだこの映像はって思った瞬間にバツンってテレビが切れたんですよ。はい、気味悪ってなってフロントに電話して事情説明したらこう部屋を変えてくれて、でそこからは何もなかったんで朝を迎えて、まだじゃあちょっとショッピングでも行こうかってなってこう韓国の街に繰り出したんですけど、その電気屋さんの街頭テレビに人だかりができてて、で何やと思って近づいてってこうふっとテレビの画面見たら、昨日見た
おばあさんじゃなくて逃げ惑う人と全く同じ映像が流れてて、うん、でえって思った日っていうのが大震災の日だったそうです。これもなんか不思議な。だから、まあ、前の晩にはい起こった不思議な出来事と不思議な映像だったってことなんですね。そうなんですよ。でもそれもなんでその遠く離れた韓国で、そのおばあさんにもこう面識もないし、親戚とかでもない。何がどうなってこうなったのかは分からないけど、なんかそういったことがあったっていう話を聞いて、不思議なことってなんかたくさんあるんだなと思います。そうですね。はい、へえ。でしかもなんでそれをその2人が見たのかっていうことですね。そうなんですよね。おばあさんが無事であることはもう祈るばかりというか。とか砂嵐を見てたら砂嵐がっていう話もよく聞きますけどもね、何かあれもね、だから砂嵐がこうクリアになってくるってことはなんかこうチューニングが合ってくるってことじゃないですか。はい、何かどこか違う世界とこうバッチシこうね、そうですね、時間とかがねじれてっていう、それがなんかこうバッチリ合ってきたのかもしれないですしね。なんかよくね、霊感がない人とかが、っていうのは単純にこうチューニングが合ってないだけで、で時々そのね普通にいる時になんかザザ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 ザみたいな、なんかラジオでこうチューニングするみたいな音が聞こえてくることがあると。でそれっていうのは霊の方が無理やりそのチューニングを合わせてきてるっていう、同じこうね、周波数にしようとしてそれが合わせられちゃうと見えちゃうとかっていう話とか。なんか僕の友人もそのチューニングがあった可能性があるってことですね。はい、いろんなことありますね。不思議ですね。いや、今日なんか不思議な話たくさんありがとうございました。